天田四郎のつれづれキューブ。どうも、天田四郎です。Adobe Premiere Elements 2021簡単動画編集。今回はタイトルにあるように MacBook Air を買ったんで Premiere Elements 2020を動かしてみました。結論、ちょっと微妙。ではやっていきたいと思います。11月の下旬に Apple のサイトで、注文して半月でやっと届きました。こんなそっけない箱で来るので最初は何だとかわからなかったんですが、宛名を見て Apple から届いたのが分かりました。それでは中を開封してみたいと思います。いやー、Mac が届きました。まさか Mac を買えるとは思いませんでしたが、来ましたよ Mac が。なかなか重たい感じで、Apple が嫌いな私が Apple を買ってしまいました。だけどやっぱり作りは洗練されてますよね。この箱の感じからして簡単にこんなんでビリビリってやるんですかね。ちょっと開けてみたいと思います。 MacBook Air 到着しました。開けたらこんな感じですね。なかなかいい感じでぴっちり入ってて取れませんので、箱から取り出しました。このペラペラを取って開けてみたいと思います。いいですね、このツヤ。アップルですね。初めてのアップル。さあ開けてみます。すごい音がしましたね。いや、なかなか、アップルですね。初めてのアップル。このペリペリを取ってしまいましょう。ペリ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 。画面が出ました。出てきました。これから設定をやっていきたいと思います。設定完了です。これからまたいろいろ細かい設定をやっていきたいと思います。私が買った MacBook Air の構成なんですが、メモリーが 16GB に増やして、ストレージはですね、一応 1TB のものを選んでみました。結構な値段になったんですが、これ最小構成の 8GB、メモリーが 8GB でもほとんどあまり操作性は変わらないみたいなことをいろんな方が YouTube でやってますので、16GB 必要かって言われれば、本当に 4K 動画とかを使われる方はなんか必要みたいなこと言ってましたんで、普通にやられる方は 8GB で十分じゃないかと思います。これはおいおいちょっと試しでどんな感じになるかっていうことを、お見せしますが、私の 16GB でも、プレミアエレメンツはちょっとっていう感じだったんですよね。今回使用したのはプレミアエレメンツ2020の Mac 版をインストールして使用しました。2020の方はですね、2021買ったんで、ちょっと余ってるんでこっちに移して使用しました。次はインストールし終わって、起動させるところの画面になります。起動してみます。起動はですね、かなり早く起動することが分かります。ここで新しいですね、MacBook は M1 っていう CPU になったみたいで、昔作られているインテル製の CPU の、ソフトは、そのままじゃ動かないみたいなんですよね。そこでこのインテル製のプロセッサ搭載の Mac 用に作られたソフトを動かすためにですね、ロゼッタ2っていうソフトを介して、M1 チップで動かすようにしているみたいです。そのためこの M1 チップ用に作られたソフトじゃないので、少しですね、このソフトを介すことによって速度が落ちるみたいなことも言われています。そこでこのプレミアエレメンツ2020はこの M1 チップ用に
対応しているのかどうか、調べてみましたが、当然のことのようにですね、やはりロゼッタ2を介してこのプレミアエレメンツ2020を動かしているみたいです。参考までに M1Mac に最初から積まれている動画ソフトの iMovie というものがあるんですが、これはですね、そのままこの M1 チップ用の専用で動くように書かれていますね。この違いで M1 チップで動くか対応しているかどうかわかるみたいです。前置きはこのくらいとして、この新しい MacBook Air でプレミアエレメンツ2020の操作性を試していきたいと思います。簡単なサンプル動画をタイムラインに配置してみました。そしてですね、ちょっと動く感じを見てください。音はちょっと収録するのに忘れてしまいましてですね、入っていないんですが、こんな感じでカットとかですね、クリップの移動とかは、サクサクと動きます。ちょっと画面の、操作とかですね、もたつくような感じはするんですが、いつも動画編集に使っている Windows のパソコンと操作性はほぼほぼ変わりはありませんでした。音楽をちょっとダウンロードして、配置するとこなんですが、音楽はちょっとですね、音を取り忘れちゃったんで、聞こえませんが、ダウンロードしてですね、配置するのも普通にですね、簡単に動きました。音楽等の配置は簡単にクリップに配置されました。このインジケーターの動きはちょっともたついてる感はあるみたいな気もするんですが、大丈夫ですね。これで、テキストをですね追加してみました。テキストの動きもですね、普通 Windows と全く変わりなく、操作することができます。Mac とか入れて、今度はですね、字を入力してみます。その後ですね、ちょっとこの字を、スタイルで整えて見てみたいと思います。このスタイルもこの読み込みもなかなか早く動きますので、大きさを変えてみます。大きさもこのようにですね、動きますね。ちょっと字が遅くついてくるみたいな感じはしますが、Windows もこんな感じで動きますんですね、変わらないと思います。これからエフェクトをちょっと、エフェクトではなく、トランジションですね、ちょっと追加してみたいと思います。カットしてですね、トランジションのチェッカーバードというものをですね、適用してみたいと思います。クリップにドラッグ&ドロップして適用します。適用したらタイムラインのですね、ちょっとクリップを調整して再生してみます。再生はですね、うまくできました。トランジションも簡単に、再生できました。いろいろと削除したりですね、動かしたり、タイトルを動かしたりしてみますが、十分に動きますね。フェードイン、フェードアウトもちょっと試してみます。文字のフェードイン、フェードアウト、ちょっとわからなかったですかね。もう一回ちょっと動かしてみますが、一応動きはですね、十分普通通りに動いてくれています。アニメーションをちょっと文字に適用してみます。こっちですね。こっちで適用しないとダメですね。ちょっと適用した、文字はですね、動きますね。適用してるんですが、動きますね。出てきました。文字もちゃんとアニメーション効果が現れています。こういう感じでですね、M1Mac の操作性ですが、ちゃんとサクサクと動きましたね。次にですね、書き出しをやってみたいと思います。書き出しする動画はですね、いつも
使っている5分の簡単な動画を書き出していきたいと思います。ですね、タイムラインに配置したので書き出しと保存で書き出してみたいと思います。書き出すファイルはいつも通り HD の 1920×1080 で、形式は H の264で、フレームレートは 30ps ですねになります。それではちょっと書き出していきたいと思います。よーいスタート。速度はですねこんな感じであまり速くはありません。それでですね、この書き出しが終わるのですね、かなり時間がかかったので、途中早回しでやっていきたいと思います。今ですね、こんな感じで書き出ししていますので、かなりゆっくりです。それでは早回しで、映像を早回しします。約20倍速で映像を早回ししています。それでもこんな感じですからね、20倍速でこれで、やっとですね、ここで終了しました。計測時間なんですが、かかった時間がですね、なんと4分27秒48ということで、4分半ぐらい書き出しにかかっています。前回動画でやりましたが、この前買った Surface Pro ですね、7。これはですね、書き出し速度が1分36秒13ということで、Surface Pro に比べるとあまりにも差が、大きすぎますよね。やはりですね、ロゼッタ2というソフトを介して、動かしていることが原因なんでしょうか。みんな、3倍ぐらい、3倍、4倍ぐらいの、差がついてしまいました。もう一度ですね、書き出しをやったんですが、同じような結果になってしまいました。このことからですね、まだちょっと MacBook Air の新品で、プレミアエレメンツ2020を使うことはやめた方がいいかもしれません。ということで、この新しい MacBook Air でプレミアエレメンツ2020を使う際はですね、編集作業はスムーズに動きますが、書き出しに難があるということが分かりました。プレミアの2021の方は試していませんが、多分まだこの新しい MacBook Air の M1 チップには対応してないと思います。ということで、もしですね、プレミアエレメンツを動画編集で使いたい場合はですね、この M1 チップを採用した MacBook の方は遠慮しといた方がよろしいかもしれませんね。からはちょっと雑談なんですが、Surface Pro とですね、MacBook Air を新品でですね、先月買ってしまいまして、それに加えてですね、散財がてらでですね、またまたですね、iPad Air ということで、Apple 製品を買ったの、この Mac のですね、MacBook Air が初なんですが、今ですね、Windows との違いでですね、操作がよくわからずイライラしているところにもかかわらず iPad Air を買ってしまいました。まだ開けずにですね、放置されているんですが、年末にこんなに散財しましてですね、女房に角が生えてしまったので、賄賂を送ってですね、なんとかしのいでいるところです。以上、天田四郎がお送りしました。ヘッポコ動画でもよかったらチャンネル登録よろしくね。それからついでにグッドボタンもよろしく。